こんにちは、スタジオヘデブリューのふわわです。今回は暗黒騎士の武器を使って勇者しか抜けない伝説の剣を作っていきます。岩に刺さった剣はアーサー王伝説をモデルに様々な作品に登場しています。基本的にこの剣は家主だけしか抜けないようになっています。一度作ってしまえば違う種類の剣を簡単に入れ替えることもできます。今回はこの3つの順番で作り方を解説していきます。使用家具は概要欄に載せておきますのでご確認くださいませ。まずはじめにマネキンを地面に設置します。設置するとこのようにリテーナーの選択画面が表示されます。リテーナーの外見はマネキンに反映されないので、今回は名前の短いリテーナーを選択します。一度ハウジングメニューを閉じ、マネキンを選択します。するとリテーナーが横に現れ、このような画面が表示されます。今回はクラスジョブを暗黒騎士、種族性別をヒューラン男性にします。ポーズは基本立ちのままで大丈夫です。次に装飾品を展示するを選択します。足にエンペラーズニューブリッジを展示します。メインアームにお好みの暗黒武器を展示します。注意点として武具投影をした武器は展示することができません。展示したい武器を用意してから行ってください。最後にマネキンに適用するを選択します。マネキンの設定が完了しました。次にマネキンが背後を向くように回転させます。マネキンを隠し武器だけを出すためにステージパネルなどの壁を設置します。ハウジングメニューを閉じると武器がやや捨てパネに埋まっています。ちょうど武器だけが捨てパネから出るようにマネキンの位置を微調整します。グリッド機能をオフにしてマネキンが捨てパネにギリギリ隠れる位置に設置します。マネキンを少しだけ回転させると横から見ても綺麗に武器を出すことができます。次に土台を作っていきます。ウッドスラットパーティションにウッドビームを設置します。ウッドビームのなるべく下の方にストーンロフトを設置します。ウッドビームを選択し地面の方へと移動させます。地面から少しだけストーンロフトの表面が出るように調整します。グリッド機能をオンにしてウッドスラットを時計回りに3グリッド回転させます。グリッド機能をオフにしてウッドスラットを選択し移動します。ストーンロフトの角が剣の下に来るように設置します。次に三日月刀の石板を取り出します。台座に乗せる機能をオフにして石板が重なっていない方を剣の下に合わせて設置します。ウッドスラットにアンティークウォールシェルフを設置します。もう一つ三日月刀の石板をシェルフの上に設置します。この際石板が重なっていない方がシェルフからはみ出るように設置します。ウッドスラットが縦になるように回転させます。石板の端が左側に来るように回転させて調整します。グリッド機能をオフにしてウッドスラットを捨てパネの裏へと移動させます。その際石板と石板が触れ合うようにシェルフの高さを調整します。細かく調整して石板だけが見えるようにお好みの位置で設置してください。伝説の剣が完成しました。剣の種類は何度でも変えることができます。マネキンを選択し展示している武器を外します。メインアームに新たな武器を選択し展示するだけです。武器の種類によって剣身が短く石板に刺さらない場合があります。その場合は石板をもう一つ用意し、先ほどと同じ手順で重ねて設置してください。
鉄武器でなくても家具を使えば武器をキラキラと光らせることができます。台座に乗せる機能をオフにしてカーバンクルランタンをステパネの裏に設置します。ハウジングメニューを閉じるとキラキラのエフェクトだけが剣の周囲に現れます。台座に乗せる機能をオンにしてウッドショーケースを地面に設置します。カーバンクルランタン、マネキカーバンクルをショーケースのギリギリ手前に縦に設置します。台座に乗せる機能をオフにしてショーケースごとステパネの裏に設置します。するとこのように剣の周りがキラキラと光るようになります。エフェクトが出る家具は種類がたくさんありますので、お好みのものを選んでみてくださいね。伝説の剣はお家の一角に飾ると素敵なインテリアになります。今回はファンタジーをテーマに海の見える森の中へと設置してみます。ステージパネルでお好みの範囲を囲んでいきます。内装の床をホワイトマーブルフローリングにすると家具を合わせやすいです。今回横側は中心線から2本目の線より3ガリット外側に設置しています。グラスランドラグを1つ地面に設置します。ラグよりもストーンロフトを少し上に設置したいので、一度マネキン以外の家具を移動して調整します。ステパネの裏に入り、ベッドスラットやショーケースを壁などに吸い付かない場所に移動させます。ストーンロフトの設置されたウッドスラットを選択し、ラグの近くへと持っていきます。グリッド機能をオフにしてウッドビームを選択します。ロフトがラグよりも上になるように高さを調整します。調整したら先ほどと同じようにロフトの角だけが見えるように設置します。石板の位置を調整する際は一度中央のステージパネルを撤去するとやりやすいです。グリッド機能をオンにしてステージパネルを元の位置に戻します。2段目の石板も高さを調整して設置します。グラスランドラグを地面に敷いていきます。カーバンクルランタンなども先ほどと同じように設置します。海を作っていきます。白金ダンスを後ろ向きに回転させ、グリッド機能をオフにして剣の背後へと移動します。この時タンスが見えるギリギリの位置で設置してください。タンスが前に出過ぎていると剣がタンスに埋まってしまいます。タンスを後ろ向きにしてから今度は反時計回りに1グリッド回転させます。グリッド機能をオフにしてつなぎ目が目立たない位置で設置します。反対側も今度は時計回りに1グリッド回転し同じように設置します。天井も作りたい方はストーンロフトを設置します。フラットシェーディングランプが見えない高さで天井を埋めていきます。部屋が広い場合は倉庫出しをして天井にロフトを設置しましょう。倉庫
底出しの方法は概要欄に記載している浮線入門編動画をご参照ください。ガーダントピラーを左のタンスのやや手前に設置します。グリーンパーティションを斜めに回転して設置します。後ほど全体のバランスを見て微調整します。反対側も同じように設置します。森を作るようにピラーを設置していきます。貿易商人の木箱の中にシュラードスツールを入れると座ることができます。スターリーハンギングオーナメントを夜空の左右に設置します。ピラーをステパネの裏の上部の刃だけが出る位置に設置します。ここで部屋の照度を3に設定します。キャンドルセットをピラーの中やステパネの中に設置します。ツリーハングプランターやアイビーペンダントウォールライトをステパネに設置します。枝だけが見えるように設置すると森に落ちる枝や根の表現になります。石板を草の上に設置します。インダイレクトランプを一度地面に設置し、ハンジングメニューを閉じて選択し点灯します。光が右に来るように回転させて左側のピラーの中に設置します。この時ステパネに丸い光が当たらない角度で設置します。この作業で夜空側にもやが見えるようになり、流れる外気の表現になります。倉庫から倉庫出しでウォールプランターを地面に設置します。ここからはまず失敗例をご紹介します。夜の星を作る際に石板と同じようにヘッドスラットシェルフを使用すると、このようにハンジングメニューを閉じると石板が移動してしまいます。これは今置いたウッドスラットに石板のシェルフが吸い付いてしまったことが原因です。吸い付きについては浮線入門編動画で詳しく説明しています。今回は石板のシェルフが吸い付かないショーケースとウッドショーケースを使用します。ショーケースの上に南部マリオランタンをギリギリ前に設置します。台座に乗せる機能をオフにしてショーケースごとステパネの裏に設置します。マリモランタンの光だけが見える位置で設置します。もう一つはショーケースの上にウッドショーケースを設置します。台座に乗せる機能をオンにしてウッドショーケースを裏側にしてギリギリ前に設置します。ランタンを2段目のギリギリ前に設置します。台座に乗せる機能をオフにしてショーケースをステパネの裏に設置します。設置しようとすると紫色になって配置できない場合があります。これはショーケース同士は重なるように置くことができないからです。ウッドショーケースをギリギリ左に置き直し、ランタンも左に設置するとこの問題は解決します。夜空に輝く星ができました。最後に海の対岸にある島を作っていきます。ウッドスラットを縦にして半時計回りに1グリッド回転させます。ナチュラルウッドビームをウッドスラットのギリギリ左に設置します。ウッドビームの高さをタンスから少し見える位置に調整します。ウッドビームがタンスより前に出ないように設置します。こちらで完成です。
長時間のハウジングお疲れ様でした。今後もハウジング制作動画を作っていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価、X のフォローよろしくお願いいたします。作っていただいたお部屋は X にてスタジオ FW タグをつけて投稿してくださると嬉しいです。コメントでもお気軽に作ったよなどの報告やご感想をお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。